ごいですね、レジェンド自ら。ありがとうございます。今回みたいなイベントすごい大事なんですよね。小さなお子さんたちずっとここにいますけど、見てるとものすごく集中してるんですよ。もう入り込んでるんですよね。なるほど。これっておそらく大きくなってもそのことって忘れてない。こういう体験を小さな子たちにさせるってものすごく大きいことだと思っていて、なるほどなるほど。きっと社会貢献につながっているイベントだと思います。なるほど。車のことに興味を持ってもらえると、これすごく大きいです。でもこうやって大勢の方がこの動きを見る機会ってほとんどないので、昔はテレビ番組で毎週あったんですよ。ラジコン大会やってたんですよ。僕もそれからですから。だからもう今のおばあちゃんとかおじいちゃんとかおっちゃんとかおばちゃんみんな知ってるんですよ。見てるんです。ラジコンの動き知ってるんですけど、今の若い人たちは知らないですよ。だからこういう風に実際に触れ合えたり見れたりする機会があるっていうのはすごく光があると思いますし、なるほど。またそういうことを外に発信してくださる方はもっと重要で、ここにおられる方ってせいぜい数千人ですよ。数千人にしか見てもらえない。でも発信することによってそれがもう何十倍に何百倍に膨れるんで、そっちも本当に大事だと思っていて。なるほど。GFCC のすごい感動して。GFCC、GFCC、GFOS のイベント。すごいっすよね。あれはもう少し突っ込んで始めてから、突っ込んでもうちょっと上手くなりたいなとか、もうちょっと競技に出たいなという方たち対象のイベントなんで、かなりマニアックなんですけれど、来ておられる方たちはすごい楽しんでいただけるので、あれはあれで一つ楽しいイベントだと思いますね。感動しました。今年も間もなく発表しますけれども、ゴールデンウィークあたりに開催することになります。なるほど。なんとかうちもドライバーを送り込みたいと思ってるので、ぜひ来てほしいです。あのイベント、女性の方すごく多いので、多いですよね。ぜひ所属されている女性の方も出ていただきたい。いやぜひちょっとなんとか合わせられるように頑張りますので。いやぜひ来てほしいです。ドリフト製品の方もちょっと紹介。ありがとうございます。なんかいろいろあるんですけど、ハヤテの製品、ハヤテブランドを立ち上げて、去年6月だったので、もうすぐ1年になるんです。まだ1年経ってないですね。そうですね。1年経ってないですね。押しも押されぬって感じになってきましたね。そんなことないです。まだまだ知れていなくて、もっと僕もいろんなところに行って宣伝しなきゃならないなと思ってるんです。もっと知っていただきたい。ものはいいので、おすすめ商品あればじゃあ。そうですね。最近出たものはこれですね。ハヤテの重り、ウェイトですね。なるほど。これバッテリーの下に置くと重くなってタイヤにトラクションがかかる感じです。なるほど。僕は2枚ぐらい敷いてます。デザインがいいな。ありがとうございます。これデザイン誰がしてるんですか？デザインはうちのデザイナーがすごいしてますね。広告とかもめちゃめちゃセンスいいですよね。ありがとうございます。何者だろうと思って電通とか入れてんのかなみたいな。車内でこれはマジですごい。あとですね、出たばっかりのホイールですね。あ、見ましたよ動画。6スポークなんですね。6本なんですね。これなんで作ったかと言いますと、もうちょっと見た目かっこいいのできないかってちょっと細くしたんですね。スポークを細くするとちょっと強度的にやばいかもっていうので6本にしてるんですけど、これかっこ重視で。これかっこいいですね。かっこいいのがっていう方はこれおすすめですね。なるほど。もちろん走りもちょっと変わりますし、柔らかさもなんか4種類出してるじゃないですか。そうですね。そうなんです。でオフセットも2種類あるので、これでホイール48種類になります。48パッと見た目一緒なんですが48種類。もう48種類。まだ1年経ってないのに。ショップ様すみませんって感じです。すごい。喜んで揃えてくださるところもありますし、いや嬉しいです。なんかみんなね4種類コンプしてる、柔らかさコンプしてる人も結構いますもんね。そうなんです。それで聞いてみますと皆さんバラバラで車によって変わるんですね。そう。だからね広坂さんが柔らかい前後が一番いいかもとか言って動画でしたじゃないですか。はい。いやそうくるんだみたいな。特に前は柔らかいのはこれだけはないなって思ってたんですけど、いや柔らかいのはもう前から曲がっていく感じがしてめっちゃいいですみたいな言ってくださる人もいるし、めちゃめちゃバラバラやな。僕もそこね後輪は柔らかさでトラクションで前輪硬さで転がりっていう考えだったんで、じゃあそれもしかも結構エキスパートの方がおっしゃられたりするので、そうかと思えばリアはもうレッドしかないとか、そんなに違うんだ、絶対レッドとか車によって変わるんだなと。いやだからあんな新しい価値観を
もう早々に広坂さんに教えられるとはってドリフトねやったばっかりの。でもやっぱり僕はあんまり種類を増やしたい方じゃないんですね。ホイールもできれば形を変えていろんな種類を出したかったんですけど、なるほど。同じ形でこんなに種類出すようになるとは思わなかったんです。これトップラインさんのアドバイスなんですね。いろんな種類、これでも少ないぐらいだってまだ言われてますよ。もっと硬さの違い作れるので、そういうのも売った方がいい。そのアドバイスで4種類も売ってるんですけど、そういう風にしてよかったなと思ってます。すげえ。いや、こんな新しい価値観をいきなりハヤテ始めてね、すごくないですか。流行ってほしいです。もっと流行ってほしいです。もうハヤテ流行ってるって。流行ってほしいです。流行ってるって質問系ですからね。流行ってるとは言ってないです。いや、流行ってるんじゃないですか。もっと流行ってほしいです。でも広坂ファンがいっぱい多いですからね。だって、いや、ありがとうございます。結構だってうち怒涛バッテリーいますよ。あ、そうですか。それはね、うまくこう宣伝してくださってるからそのおかげですよね。ESC の方もちょっといいですか。そうですね。いろいろ種類あるんですけれども、価格がとにかく安いというか、買いやすくてそこそこいいやつがいいよって言われたら知らない系ですね。これコンボセットあるので、知らない。あとはもうガチでバリバリ詰めていきたいよっておっしゃるような方はさあバス系ですね。すごっ。いろいろやっていただいて、トップラインさんにも使っていただいて、最終的にBluetooth がこれすごく強力 5G なんですね。ですのでサーキット一周走っても電波が飛ぶので、これ大会中もスマホでいろいろ触れるんで、これを選んでいただいて、そういう意味で Bluetooth があるので強いので、これを選んでエアーですね。BLC160 エアーですね。こういうのとか、いろんなバリエーションがありますね。これは G ホースではないんですか。これは、このサーパスの、種類なんですけれども、これが一番、アンペアの160ですね。それに対して120と80ですね。なるほど。120と80。これは充電器。はい、これはもう充電器ですね。充電器、G ホース充電器が20種類以上ありまして、その中で今回ドリフトにいいんじゃないかなって思うものをいろいろ持ってきました。これは定番ですね。GMA626B ですね。2本同時に充電できます。なるほど。で、これは DC タイプ。12ボルトから取る場合はこれ使えます。なるほど。で、これはですね、インタラクティブモードってのがついていて、会話式なんですね。おそらく会話式のラジコンカー用の充電器って、G ホースが初だったんです。リポとか日水とか難しいですよね、設定が。それも2本同時に押すだけで聞いてくるので、なるほど。リポですかとか、何アンペアですかとかいろいろ聞いてくるので、ただ答えるだけだとすごくおすすめです。なるほど。一回設定すればもうそのまま変わりません。すげえ。充電器だけで20何種類、もうすぐ30近くいくと思います。すげえ。これがですね、今僕が使っている、ドリシャですね。ちょっといろんなもの外して持ってきてるんですけれども、これですね。もうフル G ホースですもんね。はい、どんどん G ホースの繊維が増えてきてます。省流モーターって言うんですけれども、これちょっとガチの方、RCDC でも使っていただいている方いらっしゃいましたけど、15.5 ターンまであるというのがポイントですね。なるほど。本当に出すんですね、2.5 ターン。もしよかったら MRC さんの、ドリフトで、これ使ってみられたら相当いい音すると思います。いや、やばいですよね、これ。ハイロードライブという 2.5 ターンのモーターです。なるほど。なんかもうタイヤがもう3倍ぐらいになってましたもんね。バーって。やばいです。やばいです。売っちゃうんですね、本当に。本当に、もうパッケージできちゃいました。もうこれ売ります。すごっ。シリアルナンバー入ってるんで、200ですね。200個しか作らないです。また得意の限定ですね。いい意味で怒られてます。残念です。200個しかないの。なるほど。買えねえじゃねえかよ。いや、僕もついつい限定に惹かれて、フォーエバー買ってしまったんで、これも危ないですね。限定って言われると。フォーエバーは買ってくださるんであれば、この辺だって結構、ピンと来てくださるんじゃないですか。響き。いや、だから全然、なんだろうっていう。140ってことは、かなり強い。マッチドリポ。見ました、動画。これです。なんか、出力が半端じゃない。パワーあります。どういう特徴があるんですか。これはですね、
何が違うかと言いますと、基本的にバッテリーって生ものなので、はいはい。やっぱもう同じものって2つないんですね。はいはいはでこれ2本入ってるんですけど、2セル、2シート入ってるんですけど、それも当然バラバラですし、い。はいはいはそれ一般的に売られてるんですけど、うんうんうん G フォースのこのマッチドプロは、インピーデンス、抵抗値い。はい。の低いものだけを厳選して組み込んでるんですよ。なるほど。ですので、どのバッテリー使ってもパワーがあるのは当然あるんです。はあ、なるほど。それが特徴ですね。はあ。もうハイオクとレギュラーみたいな。そうです、そうです、そうです。もう基本的にいいものしか入ってない。なるほどいいものっていうか変ですけど、抵抗値の低いものしか入ってあーない。つまりパワーが出るんですね。いやー、これも欲しくなっちゃいますね。さすがですね。そしてもう最近のバッテリーは、すごくすごいなと思うのは、抵抗値の低いものだけを集めると、おのずと放電曲線がほぼ一緒なんですよ。だからこれはマッチドという名前を使っても恥ずかしくないなと思ってマッチドっていう名前を使いました。すげえ、これ売れますよね。つまりあまりバランサーのお世話にならなくても済むんですね。放電曲線が近いと。なので2本のシートがほぼほぼ同じようにパワー出力していくので傷みにくいと思います。足を引っ張るバッテリーが少ないので、だから長持ちもすると思います。なるほど。そしてパワーがあるので、極端に言えば満充電にしなくてもそこそこパワーが出るので、そういう使い方がもしできれば当然長持ちします。なるほど。これは買っちゃうな。マッチド買っちゃいますね。バギーとかだったらまあ分かりやすい、特に分かりやすいと思うんですけど、確かにパワーあるなみたいな感じで、それを感動してもらえたら嬉しいなという、そういうバッテリーです。あと G フォースは車用の製品だけではなくて、こういうドローンとかヘリコプター、これお手軽にご購入できるものも揃えてます。なるほど。これは組み立て式ではなくて、もうオールインワンになっていて、例えばそうですね、こういうパッケージの中にもうプロボも機体も全部入ってます。なるほど。こうやってこのまま売られているので、買いやすいですし、また遊びやすいです。持ち運びも便利という感じですね。そうです。なるほど。